不思議な力を持った指輪が目にしたものを誘惑します。しかしこの話にホビットもドワーフもワルキューレも出てきません。ギュゲスの指輪の伝説が生まれたのは彼らの物語が出版されるよりもはるか前、2000年以上前のことです。ギリシャの哲学者プラトンの著作国家です。この物語は哲学者ソクラテスと弟子グラウコンが人間はなぜ公正に振る舞うのか議論をしたことを機に知られるようになりました。それが正しいからなのでしょうか、あるいは罰や報酬によって動機づけられた慣習だからでしょうか。グラウコンはソクラテスに対してあえて異論を唱え、次の話をしました。その昔、ギュゲスという名の羊飼いがいました。ある日、地震が襲い、大地が裂けて開き、ギュゲスは引き込まれていきました。そこでギュゲスは青銅の馬を目にしました。中央の部屋へのドアが半開きになっていて、中を覗くと巨人の屍があり、金の指輪をつけていました。彼は指輪を盗み取ると来た道を返しました。後にギュゲスが仲間と一緒にいた時に、彼はその不思議な指輪を触っていましたが、指輪を何気なく回すと突然ギュゲスは見えなくなりました。指輪を反対方向に回すと再び姿を現しました。指輪の力で大胆になった彼には新たな可能性が広がり、卑劣な計画を思いつきました。ギュゲスはリュディアの王の使者になり、指輪をつけて気づかれることなく王宮の中を歩き回りました。そして女王をそそのかし、王を裏切るように説得しました。かつてつつましい羊飼いだったギュゲスは間もなく王を殺害し、自ら王となりました。グラウコンが伝えようとしたことは、人間は不正を行うことで利益を得られるということです。何の影響も受けずに望みを得られるのなら、理性のある人でもギュゲスと同じような行動を取るのではないでしょうか。これを議論するためにグラウコンは良いものを3つのカテゴリーに分けました。1つ目は私たちがそれ自体を欲するもので、害のない快楽などです。2つ目はそれがもたらす結果がゆえに私たちが欲するもので、運動や薬などそれ自体は苦痛であるかもしれません。3つ目はそれ自体もよく、さらに価値をもたらすために私たちが望むもので、知識や健康などです。グラウコンは正義が2つ目のカテゴリーに属する良いものだと主張しました。それは苦痛を伴うものの報酬が得られます。人が道徳的に振る舞う唯一の理由は外部からの影響によると論じました。したがって実際に道徳的であるかではなく、道徳的に見えることが重要なのです。プラトンの著作によると、ソクラテスはこれに同意せず、正義は3つ目に該当し、外在的と内在的な利益の両者が得られると反論しました。ソクラテスは人間の魂には3つの分野があると主張しました。理性、被害、そして欲望です。人は理性によって真理や知識へと導かれ、そして気概または欲望の影響を受けます。気概は道徳的に正しく野心的で勇気の源です。一方欲望はより基本的身体的欲求で構成されます。ソクラテスによると、哲学者は理性に導かれ、気概によって欲望を制御するので、最も公正で幸福な状態になります。たとえ報いを受けずに済むとしても、身勝手な悪事を働きません。一方独裁者は欲望に負け不正をします。ギュゲスは権力と富を手に入れたとしても魂の調和が取れなくなるだろうとソクラテスは言いました。理性に導かれるのではなく、基本的欲求に支配され真の意味で幸せにはなれないのです。プラトンのこの著作よりも前に、同様に中国の哲学者である孔子も正しく振る舞うことによって利益を得ることができると論じました。その後、近代西洋の哲学者がさまざまな考えを述べました。例えばトマス・ホッブスは、人間の本質は暴力的で利己的であるため、権威によって正義が下されると主張しました。一方ジョン・ロックによると、人間は生まれながらにして善行を義務付けられており、生まれながら持っている自然権を確保するために市民社会への参加に同意します。
身につけたものを欲望の闇へと誘い込む不正を手に入れた魔法の指輪の物語は今日でも刺激的です。もしあなたがギュゲスの指輪を手にしたのなら、果たしてどうしますか？ここで伝えられるストーリーは過去を深く理解するために役立ちます。そして時には今を理解するためにも、さまざまな物語を見逃さないように、ぜひこのチャンネルに登録してください。